はい、今日はこれです。FDS スティック。これご存知の方も多いと思うんですけども、よいしょ。このラムアダプターに接続して、ここに保存されているディスクイメージを読み込んで実機で遊べるというものです。で、以前からこの FDS スティックをラムアダプターに組み込めないかなと思ってたんですけども、これを見つけました。バク転工房さんの FDS エミュレータ取り付け基板。これを使えばラムアダプターと FDS スティックを一体化できるようです。で、ここに書いてある通り、縦型基板 D ラミック専用と書いてあるので、これですね、縦型基板も購入いたしました。で、今日はこれを作っていこうと思います。まず組み立てる前にこのラムアダプター、見えるかな、これ消費税が 5% の時代に購入して一度も使っておりません。なのでまずラムアダプターが正常に動作するか確認して、その後に FDS スティックを接続して動作確認をしたいと思います。無事に動作確認できましたので、まずはこのラムアダプターからこちらの縦型基板に移植するパーツを取り外したいと思います。はい、ラムアダプターから取り外す部品ですけども、まずこの音源と、S ラムで D ラムと4069、あとこれかな、 DA3 と4、この3と4ですね、ダイオードアレイと、抵抗アレイ RA2、これだけを取り外します。ラムアダプターの部品も取り外せましたので、次はこの縦型基板を作っていこうと思います。
で取り付けの兼ね合いもあると思いますので、同時並行してこちらの取り付け基板も作っていこうと思います。ちょっと作ってる時に気がついたんですけども、ここの 1.2 メガオームと書いてある抵抗、これがついてたやつなんですけども、これよく見ると2メガオームの抵抗だったんですよね。なので、爆電工房さんに問い合わせましたら、これを2メガオームをつけるとよろしくないということだったので、これ購入しました。でこれをつけて組み立てたいと思います。
とりあえず基板が完成しました。でここね、タッチセンサーの反応が悪くていろいろ調べたんですけども、見えるかな、こういう取り方の方が安定して動作するっていうのが分かりました。ここが電源ですね。電源でこっちがグラウンドで、ここが IO になってます。この取り方の方がちょっと動作チェックした時には安定して動作してたので、もうこれでいこうと思います。であとはこれをケースに組み込んで完成させたいと思います。でケースなんですけども、これ新しいものを購入しました。これに入れたらちょっとねスモークかかってて中も見えるんでかっこいいんじゃないかなと思ってます。これに収まるようにこのケースを加工していきたいと思います。よし、完成しました。はい、完成しました。これ結構ケースにいっぱいいっぱいの感じで、特にここのダイオードアレイが低くね抑えたつもりだったんですけど、それでもちょっとケースを押したんでケースの方を少し削りました。では早速動作チェックしたいと思います。